岩手妊婦死体遺棄事件。発見された遺体。2020年4月29日昼、岩手県内の音羽山付近を散歩していた男性が山の斜面に頭蓋骨を発見します。男性は岩手県警に通報し、警察の捜索で斜面一帯に散乱した人骨が次々に発見されます。しかし、被害者を特定するための遺留品や所持品は発見されず、司法解剖でも死因や死亡した時期は特定できませんでした。その後、調査が続く中、DNA 鑑定が行われ、6月26日、遺体は2019年5月から行方不明となっていた一関市萩町西田の医療事務員の主婦と判明します。事件に至るまでの被害者の日常は一体どのようなものだったのでしょうか。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。一家の評判。被害者は一関市出身で、当時は夫と4歳の長男の3人で同市内のアパートで暮らしていました。彼女は外交的で人の目を引く雰囲気があり、地元でも交友関係が広くて有名でした。ネットのオフ会で知り合った現在の夫と交際を始め、その1年半後の2014年に結婚。長男が生まれると子育てを優先するようになり、友人たちにも長男がとても好きと語っており、子供に愛情を注いでいたことがわかります。被害者の夫は岩手県西岩井郡平泉町出身の3兄弟の次男として生まれました。結婚後は夫婦共働きで2人とも正社員として同じくらいの収入を得て生活しており、夫の職場での評判は極めて真面目で、失敗すると固まってしまったり空回りしてしまうところもあるとしながらも、昔から愛される人柄であったそうです。一見して何の問題もない家族に見えますが、実際の夫婦関係はどのようなものだったのでしょうか。夫婦の関係性。結婚後、2人の関係はすぐに不穏なものへとなっていきました。口数の少ない夫に対して妻はたびたびつまらないとなじるようになり、やがてお嬢様と召使いのような関係へと変化し、妻の夫への要求は日に日に高くなっていったそうです。彼女は息子を私の子と呼び、父親である夫が関わることを嫌がりました。寝室も妻と長男が2人で使い、夫だけが別の部屋で眠っていました。被害者が失踪した日の朝は、夫婦で口論となり、その結果家を出て行ったと夫が証言しています。失踪後、夫は捜索願いを出したり、奥さんを探しに行くと言って欠勤する日もあったそうです。妻が姿を消した半年後には、息子と共に実家に帰り、両親や兄弟の協力を受けながら、男手一つで働き、懸命に子育てに励んでいました。息子さんはそんな父にとても懐いていたそうです。そして妻が失踪して約1年後の2020年4月29日、岩手県内の音羽山付近の山の斜面から遺体が発見され、DNA 鑑定の結果、失踪していた妻であることが確認されます。事件の結末。警察は夫の千葉雄介が妻の失踪届を出した際に、彼の通話記録や LINE の履歴を確認していましたが、遺体の身元が判明した時に再度調査し、いくつかの辻褄の合わない点に気づきます。警察はポリグラフ調査、いわゆる嘘発見器を使った質問を試みますが、彼は反応が出ないように他のことを考えながら、いいえと答え、その場を乗り切ります。それでも警察は妊婦が自殺することは考えにくいとし、遺体発見現場である場所の向こうに向かうことは困難であり、山登りや山菜採りに出かけるような場所でもないため、彼女が自分の意思で失踪した可能性は低いと断定しました。
被害者の主婦は事件に巻き込まれたという線で捜査は進められ、夫である男性もたびたび警察から任意の事情聴取を受けます。そして2020年10月14日、被害者の夫、千葉雄介が死体遺棄容疑で逮捕されました。彼は逮捕前日、何も知らない家族が自分の誕生を祝ってくれる姿に、このまま騙すことはできないと自白の覚悟をしたのだそうです。死体遺棄を自白し、妻の殺害を認め、殺人と死体遺棄の罪で逮捕。2021年5月24日に開かれた裁判で明らかになった事件の詳細は次の通りです。時は遡り、結婚する前のこと。お揃いの結婚指輪を購入する際、指輪は互いに贈り合うものだと考えていた千葉は、当然2人でお金を出し合うものだと考えていました。しかし、彼女は千葉に支払いを任せます。俺だけが払うの？と、自分の気持ちをその時にちゃんと伝えていればよかったと後に語った千葉は、その後、妻から常になじられる日々を送ることとなりました。子供が生まれてからは、家事のほとんどを千葉が行い、子供と遊ぶこともできない日々。職場で転換を起こし、妻の勤め先の病院に運ばれると、恥ずかしいと言われ、その転換が原因で車の運転がドクターストップになると、激しい叱責を受けます。長男のために2人目の子供を作ることを妻から促され、マイホームの計画も立てましたが、旅行やプレゼントなど妻に喜んでもらうために借金をしていたことがわかると、人間のクズと彼女に猛烈に批判されました。結婚当初から妻の激しい男遊びに不満があった千葉は、ある日、彼女のノートに書かれている内容を目にして大きな絶望を味わいます。もっと給料のいい別の男と結婚すればよかった。それから妻と顔を合わせるのが辛かった千葉は、ネットカフェなどで時間を潰すようになっていましたが、2021年5月30日の朝、帰りが遅いことを妻から責められます。あんたのせいで恥をかかされている。あんたのせいで仕事を辞められない。あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたの病気のせいで。自分ではどうすることもできない病気のことも言われ、怒りが限界に達した千葉は、化粧をしている彼女の首を延長コードで絞めて窒息死させました。お腹の子供については、クズの子供が生まれるのはかわいそうだという気持ちだったそうです。クローゼットに妻の遺体を隠すと、長男には母親は仕事で出かけたと伝えましたが、長男は特に会いたいと拗ねることもなく父親に懐き、彼は初めて子供に愛情を感じます。この時に母親を奪ってしまったこの子だけは幸せにせねばと鬼になる覚悟を決め、失踪届を出すなど事件を隠蔽する工作を始めました。悪臭がするようになったことから遺体を音羽山の山林へ遺棄し、何食わぬ顔で会社へ通勤。千葉が逮捕された事実を知った勤務先の同僚の中には涙を流す人もいたそうで、社長も取材に対し信じられないと大きなショックを受けていました。しかし、2人が住んでいたアパートの近隣住民は絶えず口論が聞こえていたため、やはりという印象を持っていたそうです。2021年5月24日に始まった裁判員裁判で千葉は、自殺も考えるようになったと述べており、弁護側は彼は精神的に追い詰められていたと主張しました。また、逮捕後に妻の両親に謝罪の手紙を記したことを明かし、真摯に反省しているとして情状酌量を求め、懲役5年から7年程度が相当と主張しました。検察は、冷静な犯行で殺意の強さが事件の悪質性を際立たせるとして、懲役18年を求めました。2021年6月1日の判決では、確固な殺意に基づいた残忍な犯行。被害者は妊娠中であり、そのことを知っていたことも合わせると非常な犯行と言える。それとは別に、被告人が精神的に追い詰められていたこともあり、一方的に責めるのは相当とは言えない。しかし、話し合ったり誰かに相談したりもせずに被害者を殺害したのは
身勝手で短絡的な犯行であるとして懲役14年の判決が下されました。千葉は控訴せず、一審の懲役14年が確定します。あなたはこの動画を見てどのようなことを感じましたか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。